皆さん、こんにちは。こんばんは。ひろしちょうです。今回はバージョン 4.4.5 にて実装されたグレイフォックスのガチャについて解説していきます。新時代の癒しの天使は我々にどのような恩恵をもたらしてくれるのか、早速確認していきましょう。まずは基本性能から。グレイフォックスは専用のスタック形式のバフ、魔力ゲージを持っています。魔力ゲージは最大12スタックまで溜まり、グレイフォックスはこの魔力ゲージを消費することで強力な効果を発揮します。それでは次に連携について見ていきましょう。連携スキルは発動時に魔力ゲージ12スタックと複数を獲得し、高倍率の攻撃でダメージを与えます。恩恵時にはグレイバイトを含む状態異常を解除する効果も発揮します。基本は発動時の魔力ゲージ獲得を目的に使用するため、連携は発動したら即キャンセルしてしまって問題ありません。ボリションによって得られるバフは連携スキルによって発動します。お次はスキル。スキルは中倍率の攻撃に加え、魔力ゲージを消費して時の魔女状態になる効果。時の魔女状態になることで氷ダメージアップを獲得し、通常攻撃が強化版に変化して回復の要であるクロノスタシスと第2スキルを発動可能になります。突効果によって得られるバフはこのスキルによって発動します。クロノスタシスは時の魔女状態で魔力ゲージを12スタック貯めることで発動可能になる高倍率の攻撃で、恩恵では回復効果に加えてグレイバイト等の状態異常も解除できます。このクロノスタシスを発動によって第2スキルフリーズビームが発動可能になり、こちらも回復と状態異常解除の効果があるため、クロノスタシスで回復が間に合わない時などに緊急で使うことになるでしょう。続いて突効果を見ていきます。1突はグレイフォックス武器を表にしているとき、毎秒魔力ゲージを獲得できる効果。そしてスキル命中時に敵にクロックリバースという効果を付与して、12秒間プレイヤーの HP が自動で回復する状態になります。こちらは恩恵向けの突効果となっており、無突だとクロノスタシスの発動に通常攻撃6回が必要だったところが、1セット分の通常攻撃4回で発動可能になるため、回復性能が大きく向上します。3突はスキル発動で周囲に毎秒自動でダメージが発生する効果。そして恩恵なら魔力ゲージ最大でスキル発動時に味方に最終ダメージアップと敵に会心耐性ダウンを付与する効果。こちらは強行、恩恵ともに重要な効果となっており、特に恩恵はこの効果とポリション無突4セットを揃えることで火力に関わるバフを全て発動可能になるので、ぜひともここまで突を進めておきたいです。5突は回復量上昇と即死回避効果。即死回避は魔力ゲージを12スタック消費するたびに獲得でき、恩恵値には味方にもこの即死回避を付与できます。こちらは恩恵向きの突効果となっており、スキルとクロノスタシスを発動するたびに味方に即死回避を付与できるようになります。エスターと比べても非常に簡単に付与できるため、ぜひとも欲しい効果となっています。貫突はスキル発動時の氷ダメージアップが強化され、スキル発動時のクロックリバース効果を受けた敵に、発動から終了までの12秒間に敵が受けた被ダメージの半分を追加で与える効果。強行と恩恵の両方で嬉しい効果となっており、強行は単純に火力が大きく上昇し、恩恵はスキルのたびに味方の与えたダメージを 1.5 倍に増幅できるようになります。追加ダメージは自身の攻撃力に依存した天井が設けられており、味方が与えたダメージも敵の被ダメージにカウントされます。この効果はチームメイトが発動した数だけ追加ダメージが発生するので、例えば氷強行2人にグレイフォックスを持った恩恵1人の編成なら、3人がそれぞれ追加ダメージを発生させることができます。お次はボリション効果。2セットは恩恵以外なら氷攻撃力アップ。恩恵なら全属性攻撃力がアップします。それに加えて回復効果アップと連携エナジーチャージ効果があります。連携キャンセルで魔力ゲージをゲットしたいグレイフォックスに噛み合った効果と言えます。ナイス。4セットは連携発動で最終ダメージアップ。恩恵共鳴以外なら追加で氷ダメージアップ。恩恵共鳴時には味方の会心率と会心ダメージがアップします。ついに登場した会心バフ。発動も連携キャンセルで OK なので2セット効果と合わせて非常に簡単に発動と維持ができます。アバター特性は最終ダメージアップに恩恵共鳴時に魔力ゲージ最大でスキルを使用することで味方の最終ダメージをアップする効果。こちらも実質常時発動の効果と考えていいでしょう。それでは次にグレイフォックスを引くべきかどうかについて見ていきます。氷強行としては直近の炎編成を超える DPS が発揮できるため、ぜひ引いておきたいところです。
ただし、火力に関わる凸数は3凸と間凸と高めに設定されているため、リソースにあまり余裕がない場合は、バージョン 4.4.5 の期間を通して徐々に凸を進めるのが良いでしょう。恩恵は発動と維持が容易なバフと回復、グレイバイト解除がブレビーなしで可能になるため、ぜひともポリションを含めて引いておきたいところです。ただし、どう頑張っても武器無凸が限界という場合には、強行、恩恵ともに過去に引いた凸数の高い武器に性能が劣ってしまうため、見た目が好きでない限りは、無凸確保はあまりお勧めできません。それでは、おすすめの凸数を見ていきます。氷強行は武器3凸と間凸、ポリション間凸で特に火力が伸びるため、やはり可能な限り凸は上げたいところですが、凸数によってスキル回しが変わったりはしないため、最低限3凸を確保することをお勧めします。恩恵については全ての凸効果が性能に関わってきますが、味方へのバフ効果が3凸で全て解放されることと、即死回避はエスターでも付与可能といえば可能なので、最低限はやはり武器3凸をお勧めします。加えて貴重な会心バフがポリション4セットにあるため、こちらも無凸での確保をお勧めします。武器無凸については、強行だと旧変遷の難易の凸が高い場合には、火力が下がってしまう可能性があることと、恩恵ではグレイバイト解除以外の性能が向上組の介護官になってしまうため、すでにグレイビーを所持しているならお勧めはできません。それでは、ここまでの内容をまとめていきます。グレイフォックスは、氷強行ではスキルによるバフと、強化通常攻撃でサブアタッカー的な立ち回りをします。恩恵では、強化通常攻撃と、クロノスタシスで味方に回復、即死回避を巻くメインヒーラーとなります。無凸確保は強行、恩恵ともにお勧めできませんが、その分、武器3凸、ポリション無凸4セットを揃えれば、特に恩恵で強力なバフを巻けるようになります。そのため、強行、恩恵ともに最低限の武器凸は3凸、恩恵は加えて、ポリション無凸4セットを揃えることをお勧めします。凸数については武器の凸を優先し、ポリションは武器貫突後に凸を進めましょう。最上位勢は武器、ポリ、貫突で直近の炎編成を超える火力と生存能力を得られるため、ぜひ引きましょう。それでは、ここまでご視聴いただきありがとうございました。今回はバージョン 4.4.5 にて実装されたグレイフォックスのガチャについて解説をしていきましたが、いかがだったでしょうか？無凸確保では高難易度コンテンツでの活躍は難しいですが、その分、凸を進めれば進めただけ輝いてくれる性能となっているため、特に恩恵の人にはお勧めできる性能となっています。今回の動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、コメントでの応援をよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。お相手はひろしちょうでした。バイバイ。